バイオレットブルーメタリックっていうこんな色なんでなおさら持てないんですけど、名刺代わり一発で分かってもらえる。TV、 今日もかっこいいオーナーさんと車に来ていただきました。名前は高山です。年齢は26です。どちらからいらっしゃいますか？東京から来ました。お仕事何してますか？欧州車の新車セールスをしております。面白そうな仕事。そしてこちら車なんでしょうか？ポルシェ911カレラタイプ997リフトロニックになります。年式は2007年式です。保管状況はどうですか？機械式の駐車場で屋根ついてます。ということで今日はこちらの高山さんとポルシェ911でお届けします。お楽しみに。高山さん、愛車遍歴を教えてください。はい、1台目の車がメルセデス・ベンツの CLK W208 という型を18歳の時から乗りまして、クーペですね。その後にホンダのステップワゴンを乗りまして、全然違う。はい、3代目がメルセデス・ベンツの C204、C クラスのクーペ、またクーペに戻って、社会人になってから最初の車がグランドチェロキーっていう、また戻った。で今がポルシェ911のこのカレラ997に3往復ぐらいクーペとステップワゴンもありますけど、そうですね、往復してますけど、なんでですか？クーペに乗ってる時って大きい車とか荷物とか乗る車すごい憧れで、一回やっぱり大きい車乗るんですけど、でもやっぱりデザイン的にも趣味的にも一番かっこいいのってクーペかなっていうところでもう一回戻ってきました。それを2、3回繰り返した。そうですね。SUV のいいところはどういうところですか、高山さん的には？人も荷物も乗りますし、あとはやっぱりモテますよ。あ、そうですか。じゃあ今モテない人生の方じゃないですか。こんな色なんでなおさらモテないんですけど、モテよりも車の見た目の方が大切ですし、逆に若い時しかクーペとかこういった荷物も人も乗らない車って乗れないんで、乗っておこうかな。普通に考えてご結婚なさってお子さんいらっしゃったらなかなか乗れないですよね。そういうことも考えて今のうちに乗っとこうかなと。なるほど。クーペと SUV を行ったり来たりしたわけですが、結局こちらの911にたどり着いた理由は何でしょうか？街中走ってたアストンマーティンの DB9 見た時にかっこいいなっていうところがあって、クーペが好きで、深掘りしていくとやっぱ911のところがやっぱシルエット的にも非常にいいデザインなのかなと。なるほどなるほど。憧れてました。友人の勧めとか知り合いが乗ってたとかそういうのあったんですか？知り合いにこの997のカレラ S を長年乗ってる方がいらっしゃって、メンテナンスの面とかも含めた上で非常に維持しやすいよっていうところをいただいたので。この色結構特徴的な色ですけどなんて色ですか？これはバイオレットブルーメタリックっていう。紫じゃなくてバイオレットブルーメタリック。そうです。この色を最初から探してた。もともと探してたのは外装が黒、白、シルバー以外の色と、中できればベージュとかそういった色を1年以上探してて、たまたま出てきたのがこんな見たことない色なんですけど、なかなか珍しいじゃないですか。かなり珍しいと思う。ね、僕もあんまり見たことないなというか、この世代でこんな色あるんだなという感想ですけど、なかなか面白い選択だと思います僕は。内装飾なんていうんですか？内装飾はちょっと分かりづらいんですけどネイビーなんで。そうなんですね。パッと見黒かなと思ったら、よく見るとネイビー。日中とか明るいところで見ていただくと青っぽくなる。じゃあ結局外も中も青系の色でまとまってる。なかなか珍しいですよね。珍しい。注文色ですよねこれね。そうですね。当時だとスペシャルオーダーカラー、今は PTS っていう名前で。何の略ですか？ペイントトゥーサンプルっていう。そういうオーダーの仕方があるんですね。普通はね結構流通してるのは白、黒、シルバーとかになるのかな、ポルシェ台数的に多いのが。そうですね。そこだったら多分簡単だと思うんですけど、わざわざ色付きの出てこなそうなものを探し始めた理由はあるんですか？ポルシェ、僕のイメージでは結構カラフルなイメージっていうのもあったし、ステップワゴンと C クラスのクーペとグランドチェロキーは白、黒、シルバーで、最初に乗った CLK っていうのが珍しいミネラルグリーンっていう色で、当時のその色にかなり惚れ込んでたので、色付きの方が好きだなっていうところ。なるほど。その思いも忘れられず、クーペも忘れられず、色付きの男になっております何回もですけど白、黒、シルバー、だからリセールも多分いいですよね。そうですね。そこは気にしなかったですよ。今回は長く乗ろうかなっていうと
ころとなるほど年式が17年前ぐらいの車になるんそんなで、前か。逆に中古市場には白黒シルバーがほとんどで、逆に色付きっていうのが少ないのでいい選択だったかなと。ということでいろいろ面白い。高山さん、この911どんなとこ気に入ってますか？まずこの色、人と被らないっていうところと、でしょうね。はい、結構目立つには目立つんですけど、はいはいはい慣れれば結構素敵な色かなるほど。最初は結構目立つなとかそんな気持ちありました？なありました。派手だなって思いながらも、ただ被らないっていうところと、やっぱりいろんな人に見せてもかっこいいって言っていただけるの、いいですよ。高山さんが乗ってるのがバランスがいいが本当に思います。ありがとうございます。どうやって買ったんですか？知り合いのところからオークションで落としてもらって、走行距離とかその時は9万キロ台ああ、なるほど。ではあったんですけど、じゃあもう10万乗っかったけど、はいはい。ちなみにどれぐらいするんですか？まあいろいろといじってあったので、それをちょっと純正風には戻したり、あとはブレーキとかディスクとか全部新品に変えたりとかして大体500ぐらいですか。おお、それは大体妥当な値段。まあ妥当かなっていうところではある。なるほど。今もっとしそうですけど、いやどうなんでしょう、そこまで上がってないと思う。さっきも言ったけど黒白シルバーじゃないから分かんないですけど。でもなるほど。本当に中古市場はもう全くないんで、色付きっていうのが。じゃあもうズバリの人がいたらかもしれないけど、ちょっと落ち着いてるのかもしれないですね。はい。もうポルシェは997一択だったんですか？いろいろなポルシェ乗りたいなって思ってたんですけど、予算っていうのはあるんで、予算内で乗れるポルシェ、丸めのポルシェが僕は乗りたかったんで、ってなった時に997っていう選択肢。そうですよね。はい。一番買い求めやすいそうこですね。ちらの世代いうふうになってるわけですね。なるほど。はい。高山さん、特徴はどんな感じでしょうか？水平対向6気筒の 3.6 リッターのエンジンが積んでありまして、彼ら系のお車で 3.6 リッターだと996の後期と997だけが彼らで 3.6 リッター。ああ、そうなんですか。NA ですか？ NA です。じゃあこの世代あんまり広くない世代で 3.6 が乗ってた。そうですね。はい。それに関してもちょっと貴重な感じですね。その後どうなっちゃうんですか991になると彼らだと 3.4 リッター、まあ彼ら S だと 3.8 とか。なるほどなるほど。その前は、 996の前期は 3.4 リッター。じゃあ狭間のあんまりない世代なんですね。はい面白い。他にはありますか？もちろん911といえば RR のレイアウトなので、リアエンジンとリア駆動で、はい本当に独特の乗り味。そうですよね。どれぐらいの距離乗るんですか、年間とか？まあ今所有して2年半ぐらいですけど、今もう3万キロ以上走らせてるんで、まあまあ乗ってますね。はいどんな使い方を？実家に帰る機会が結構多いので、はい往復で大体まあ300キロ近いんで。夜のドライブとか、いツーリング出かけたりとかではなくて。そうですね、なかなか予定とかも合わなくてツなるほどーリングとかできてないんですけど。なるほど。じゃあそのご実家のご移動がほぼツーリングというかドライブというか、そうですね、んな感じになって。日常使いというか。なるほどなるほど。ここはちょっとなところってありますか？派手なところ、色やっぱり。本当に乗りづらいじゃないですけど、慣れちゃったんですけど、でも気に入ってますよね、最終的に。意外と気に入ってます。でもこれやっぱり高山さんのもう代名詞みたいな。まあ本当に SNS とかでも名刺代わりはいはで、車で一発で分かっていただけるんい。で。そうですよね。はい悪さできないですね。そうですね。すぐあれです高山さんだって。はい。じゃあそのバイオレットブルーメタリック、はいその車に乗り込んでみましょう。イエーイ乗り込みました。イエーイ。いやーいいっすよこれ。やっぱり911そうですね。独特なフィーリング。はい。買ってどれぐらいでしたっけ2年半ぐらいです？2か。年半で3万キロってワンワンしてますもんね。そうですね。おっと加速してくれるのかな、させるみたいな。おーおーすげえすごいっすね。そうですか。慣れちゃったんでそんなに速く感じないんですけど。マジ？はい。僕の印象だともっともっさり最初の下の方のギアは回ってある程度加速が出てからの方がグイーンといくのかなと思ったら、下からすごいですね。そうですかね。いや、まあ一応325馬力で。あ、それは早いに決まってますわ。最初乗った時この感じってどう思いました？後ろから押される感じっていうのが、本当にマジで後ろから押されてたっていうのはやっぱりどの車であんまり味わえないことなんで、ですよね。FR とはまたちょっと違う後ろから押される感がすごい、っていうところで驚いたっていうところと独特だなっていうふうに思いなんかましたね。前浮きそうなんじゃないかぐらい、でも絶対浮かないでしょうけどまあでもやっぱり高速域からどうしてもフロントがやっぱ軽いっていうところは聞きますよね。そ
装がだいぶシンプルですけどこれで紫のシャツ着てたらやばいですよね。見てみたいけどやっぱ車がちょっと派手なんで、なるべくシンプルに。車はやっぱり一番大きいアクセサリーかなって思っちゃってるんで、できる限りファッションと統一性はあった方がいいのかなって思いつつシンプルにしてるっていうのはあるんですけど。このバイオレットブルーメタリック、はい、っていうのは昔からある色なんですか？964の時に出てきた色ではあるんで、時代はちょっとバブリーな時期なんですかね。そうですね。なので964の時にいろいろカラフルな色があった中の一つ。じゃあ高山さんのポルシェのカラフルさって、993とかそのあたりがイメージが強いんでしょうか？そうですね。言ってしまえば964って空冷の時代なので、はい、今カスタムしてるのは空冷を意識したような感じでいじってはいるんですけど、どこ？ホイールを空冷の時はフックスっていうようなスタイルであったりとかするので、そういうホイールを履いてなるべくフルっぽく見えるように。なるほど。911ってエンジンが後ろについてて、でも昔の911とかってあまりオプションとかがついてないというか、もう走りに専念した車ではあると思うんで、運転を楽しむ車であって、はい、僕もそうなんですけど、高速域でのカーブとかケツが流れてしまうような、まだ慣れない部分っていうのがあって、そういったところをやっぱ扱えるようになると、もっとやっぱり911乗りとしてふさわしい感じになれるのかなって思います。今日は雨ですけど、でも意外と安定してますし、そんなに流れないよっていうのは聞くんですけど、ブンブンやってもそこまで走るフルマンじゃないよってことですからね。っていう風には聞くんですけど、流れそうだなっていう感じはしますが、でもその分太いタイヤとか履いてるんで、リアは295の幅なんで。ただやっぱりリアだけタイヤの減りがめちゃめちゃ速くて、フロント全然減らないんですけど。同じ系ですか？フロントは235なんで。あ、全然違うんですね。はい、リアが295で次3セット目のリアのタイヤは買ってるんで、そろそろもう交換しようかなって。フィットいいんですね、そろそろね。はい。どういうシチュエーションが似合いますか？紫のものって世の中にあんまりないんで、だからこそどこに行っても差し色になるっていうか、どこでも似合うかなとは思ってます。今日みたいな撮影の場所でも結構かっこよかったですもんねサップ系の中にこの体があるとパッと華やかになるというか。月の維持費はどれぐらいかかりますか？ローンで購入してるんで、ローンと駐車場と保険ともろもろでだいたい10いくかなぐらいですかね。10万ってまあまあ大金じゃないですか。20代ですもんね。はい。でもやっぱりポルシェ所有してる喜びと比べたらそんなものかなぐらいの、まあ確かに大金ではあるんですけど、所有する喜びと、あとは価値も落ちる車でもないんで。ああ、そうか。リセール等も含めて、まあ、もしそこまでねリセールを狙って買ったっておっしゃってましたけど、もし何かの理由で手放すってなった時でも絶対にゼロにはならない車だと思うので、そうですね、次の車がでも見つけづらいっていうところは一つの。それはどういう意味で？やっぱり車としての完成度は911非常に高いんで、迷うところがあり、もしくはもう大きく方向性を変えるかとかね。そうですね。ただ走ってて楽しい方がいいかなっていうところが、自分の理想を突き詰めるとやっぱりこっちの方向性かなと。そうですね。完璧に趣味に振っちゃってるような。いいと思いますよなんか大きなトラブルとか故障とかあったりしましたか？2年半で3万キロ以上走らせてますけど、大きな故障は1回もなく、ブレーキのランプとテールのランプが切れたぐらいで。それだけ？はい、それだけです。玉切れだけ？玉切れだけ。ただ玉も1個1000円しないんで、それだけです。すごい10万キロ超えている個体だけども、そうですね、ちょっと珍しいような車って、オーナーさんもそれなりの志を持ってご購入されてるから、結構丁寧になられてる車が多いよって話聞いたことあるんですけど、まさにその該当者というか、そんな感じもしますよね。もちろん丁寧に乗ってるには乗ってるんですけど、でも僕雨の日も全然ガンガン乗りますし、ポルシェは乗った方が調子いいかなって思いますね。それはもうエンジン足回りいろんなところを含めて。そうですね。ある程度距離走ってる方が意外と調子いいよっていうところを伺って購入したんで、はい、僕も聞いたことあります。はい、っていうところで確かに10万キロ超えてるんですけど、一回も不具合
違いないですし、本当に調子いいなっていうところではあるんで、さすがドイツが生んだ名機ですね。はいでまだやれっていうところも感じないですし、確かに17年前っておっしゃってたでしょ。はい17年前かと思って、こんな綺麗なのに、でこのデザインもね、やっぱり911って色褪せないじゃないですか。そうですね。何世代経ってもその世代世代の良さがあるから、そんな古いと思えないんですよね。使ってよかったなと思うことはありますか？色がとても目立つっていうところで、SNS から知り合い非常に増えたなっていうところと、こういう風に司さんとかと会えたのってやっぱりこの車だったからなのかなっていうのも大きいんで、っていうところでやっぱり名刺代わり本当にこういう関係は増えるんで買ってよかったなって思います。そうですよね。はい、派手なところも裏を返せば、あ、高山さんだっていうね、一発で分かってもらえる。高山さんいたよっていうそういう話あります？あそこいたでしょみたいな。ありますね。対向車とかでパッて見かけましたみたいな。自分は気づかなかったそうですね。ありがたいよ。そうですね。いや、いいと思います。悪さしてなければ。はい。ポルシェでキャンプ行ったって話聞いたんですけど、本当ですか？そうですね。SNS でつながって、同い年の3人でポルシェでキャンプに行って、これと、はい、ケイマンと996の彼らと3台でそれぞれソロキャンですか？それぞれソロキャンですけど、僕はルーフとかに何もつけてないんですけど、友達はみんなルーフにボックス積んだりルーフテントつけたり、かっこいい。っていうポルシェにこの丸いのにそうです。パンってくっついてボーンって立っててるんですか？そうです。僕もジープとか乗ってたんで、そういった車でキャンプやるのももちろんかっこいいんですけど、スポーツカーでキャンプやるってめちゃめちゃかっこいいなって。ギャップがめっちゃいい。それにつけるのキャンプ道具みたいな。そうです。そういったところがやっぱり最高の趣味かなっていうふうに。確かに面白いですね。いやー、すごい。やっぱりポルシェはポルシェ、はい、911は911、独特の感動がありますね。久しぶりに911乗らせてもらいましたけど、あ、この感じだっていうのがね世代は違えど来るもんですね。ありがとうございました。ズバリ100点満点中何点でしょうか？85点。低いな。あれその理由は、若干やっぱ目立つなっていうところと、あと趣味車としての枠で買うなら、マニュアルがいいなっていうところは、まあでもそのね派手な色も入ってるし、まあなんだかんだ入れてます。最高だと思います、そしてこの車ズバリ乗り続けますか？乗り続けたいなと思って、何か欲しい車があったら、余力あれば増車っていう風にしたいなってキープして、はい、というわけで今回は911タイプ997と高山さんでございました。ボイス&ブリス TV ありがとうございました。またね。